今回は、1泊2日で秋の秋田市を巡っていきます。なお、新青森駅から特急津軽に乗って、もう少しで秋田駅に到着します。その後、秋田駅に到着し、レンタカーを借りたので、まずは秋田城跡に向かいます。ただ、秋田城跡は馬が出没して閉鎖していたので、急遽道の駅秋田港に向かって走っています。無事、到着したので、道の駅秋田港を巡っていきます。こちらの道の駅は、このように大きな屋内広場があります。うどんなどの自販機は、人気があってすでに売り切れていました。ショックです。甲子園で活躍した吉田投手の展示品もありました。それでは、セリオンという展望台に行こうとしたら、熊の出没による制限や、豪華客船の客でごった返していたので、ポケッタを撮影して、その後次のスポットに向かっていきます。先ほどの道を戻っていたら、写真撮影できるパネルがあったので、記念撮影したいと思います。いい感じに撮れました。それでは、次のスポットに向かって走っていきます。なお、次のスポットまではかなり遠いので、少し国道の光景をお見せしながら向かいます。秋田市の東部にある昔の日本の光景を堪能できる公園までもう少しです。
こちらの、弥生津村では、弥生時代の住居アートなどを展示しています。なお、向かっている途中、スカートのファスナーが壊れたので、スカートを着替えてから向かいました。こちらも、熊出没による一部制限があり、住居の内部に入ることができなかったですが、このように弥生時代の光景を堪能することができます。それでは、見学を終えたので、これからレンタカー見客して、宿泊するホテルに向かいます。今回宿泊するホテルは、クイーンテスタホテル秋田という、リブランドしたばかりのホテルです。このような感じのお部屋です。ルームツアーを終えたので、これから夕食を食べに秋田駅に向かって歩いていきます。こちらに見える秋田一の高層マンションを越えたら、なぜか営業していないのに明かりがついているということで有名な百貨店、木内百貨店がありました。なぜ、灯りついてるのに営業しないんだろうと感じました。その後、秋田駅方面に歩いていると、千秋公園周辺の光景が見えます。夕方は噴水も吹き上がっています。そして、ようやく秋田駅ビルに到着し、3階レストラン街にある秋田名物を堪能できるレストランで食べたいと思います。今回は、こちらのパタパタ寿司、比内地鶏の親子丼を食べていきます。ちなみに、こちらのレストランで以前も同じものを食べたことがありますが、今回は、TikTok 向けの撮影も兼ねて再度食べていきます。パタパタ寿司は、シュッツルという醤油とわさびをかけて食べます。親子丼は、このような感じでふんわり卵に、鶏肉やご飯がマッチしています。それでは、ごちそうさまでした。食べ終えたので、ホテルに向かって歩いていきます。なお、ホテルの近くには、このように現代の光景と和の光景が融合した光景を見ることができます。それでは、これから寝ます。おやすみなさい。おはようございます。これから、ホテルの朝食を食べていきます。朝食は、このような感じで、秋田名物と定番の料理を食べることができます。きりたんぽ鍋や、いなべうどんなど、秋田らしいものも豊富で良かったです。それでは、食べ終えたのでチェックアウトして、これから秋田市内を観光したいと思います。今回は、前回の旅で批判されたりしたので、ウエストゴムのデニムスカートを履いています。ファスナーやボタンは一切ついていないので、ご安心を。前日、噴水が吹き上がっていましたが、朝は、なぜか吹き上がってませんでした。ただ、紅葉の時期だったので、紅葉は綺麗です。それでは、いよいよ千秋公園の内部に向かっていきたいと思います。
園に向かう途中、久保田定石がありました。千秋公園までは、もう少しです。果たして、こちらは熊の影響はあるのか。まさかの、熊出没により、千秋公園内部に入ることができませんでした。今回の旅は、熊出没で予定変更ばかりです。千秋公園も、紅葉が広がっていました。それでは、次のスポットに向かうため、千秋公園に2024年に完成した遊歩道を通っていきたいと思います。このような感じの光景が見えます。千秋公園ポケットパークは、記念撮影ができたりする小さな公園です。それでは、秋田市民市場を散策したいと思います。秋田市民市場は、このように様々な食材などを取り扱っている市場です。市場の中に、小さな神社がありました。食堂などもあるようです。秋田駅前にあるモニュメントで記念撮影です。それでは、次は秋田駅東口にある14階建ての高層ビルに向かいます。駅から連絡通路で直結していますので、雨でも濡れないです。こちらは、アルブエという高層ビルの光景です。秋田竿燈祭りの竿燈も展示されていました。アルブエ5階に、暇つぶしできる場所があったので、そちらに向かいます。なお、入り口が4階にあるので、注意を。4階から階段登って、5階に向かいます。こちらの科学館は、科学を使ったゲームなどが複数あります。こちらは、かつてテレビ番組で人気だった電撃依頼ラボのようなゲームです。棒をぶつからないように動かしていきましょう。さすがに、ノーミスはできませんでした。まあ、それでもこれだけの高得点を獲得できました。こちらは、反射神経を使ったゲームです。後半ほど、予想外の鬼畜な難易度になります。後半は、このように一瞬で消えるので、かなりきついです。
他にも、力比べができるゲームなどもあります。それでは、最後に秋田駅3階にある洋食レストランで昼食をとります。今回は、こちらの秋田ゆり牛筋を使用したハヤシライスと、秋田の地ビール、田沢湖ビール、アップルジュースを堪能したいと思います。それでは、田沢湖ビールを注ぎます。乾杯。さすが、世界が認めるビールです。秋田ゆり牛筋を使用したハヤシライスは、一般的なハヤシライス以上の美味しさです。このように、サラダやスープもついています。アップルジュースは、安定した味です。今回の旅は、これで終わります。興味を持った方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。